皆さんこんにちは、たさきです。今日はですね、皆さんと第2回目のポッドキャスト形式ということで、ちょっといろいろ話していけたらなと思うんですけど、ストーリーでこんな感じでね、皆さんに何でも話してということで、募集をしまして、まだ見てないので今から皆さんと一緒に見ていこうかなと思うんですけど、最近皆さん元気ですか？私はですね、ずっとこの実家にいまして、やっぱこの時期は私のアジアツアーとまでは今年は行かないんですけど、韓国に行ったりとかしていて、なんかやっぱ実家に戻ってきたらさ、めっちゃなんか原点に戻ってきたみたいな感じがして、なんかこう社会に揉まれて、こうしないとこうしないとみたいな感じで生きてきたのが、幼い頃の自分の思いとか、なんか本当はこうしたかったんだ、そういえばみたいな、なんて言うんだろう、ちっちゃな気づきが多くて、年末から冬にかけてここに帰ってくるのは年単位のルーティンみたいになってるんですけど、喋っていこうってことで Let's go! I'm so excited! さきちゃん、春から大学じゃなくて社会人なんだけど、どうやって友達作ったらいいかわかんない。友達作り。私も正直、カナダに行って、なんか、ベストフレンドみたいな感じの友達を作った経験がなくって、それが私の中ではちょっとなんか、自分に対してちょっと劣等感というか、なんでできないんだろうみたいなことを思う、あれですね、自分でも結構悩んでるんですけど、心を開くのに時間がかかるタイプで、相手が心を開いてくれると私も心を開きやすいっていうか、って感じだったんですね、今まで。でもなんか、それって相手に甘えてるなっていうのも自分でなんかいろいろ感じてて、ちょっと今回またカナダに帰って私もちょっといろいろ頑張ってみようかなと思って。でもなんか友達作りって頑張るものでもないのかなとも思うんですよ。なんかそんな無理してさ、得意な人はなんかストレスフリーでできるんだろうなって見てて思いますね。私の友達結構なんか私がすごくなんていうのこう人に対してアクティブに動かない人だからこそ交流関係が上手い人が多くて、やっぱそういう友達が一人いるとすごく私の交流関係も広がるので、そういう友達をまずは作る。頑張ってこう。答え出た。NEXT。彼氏に求める基準とか、さきちゃんのタイプありますか？内面と外見知りたい。外見は、マッチョ。元彼履歴っていうのかな？そういうのは、全員バラバラだから結構内面を見るんですけど、でも外見は私の今の彼氏で変わりましたね。筋トレ行ってる人がいいっていうのにすごくシフトして、やっぱ筋トレしてる人って自己管理がちゃんとしてるから軸がある、自分に軸がある人が多いから、逆に私はなんか周りの人にめっちゃ流されるタイプで、だからこそ彼氏とかそういう人は、友達とかは自己管理をしていて輝いてる人っていうのかな、そういう人がいると私も輝けるので、そういう人がいいですね。内面もそうですね。やっぱ私は自由人すぎるので、結構何でもいいよって言ってくれる人がいいですね。なんか私の好きなことは全部するっていうタイプなので。でもなんかさっき彼氏にインド旅行行きたいみたいな言ったら止められました。初めて私の行動にやるなってさっき言われましたね。あなたは失いたくないからインド旅行には行かないでくれって初めて否定をされました。私のやることを、やりたいことに。それはちょっと悩んでみます。NEXT。英語も韓国語もどうやって勉強しましたか？話せるようになりたくて勉強してるとこなんです。英語は正直まだ完璧に喋れなくって、今の私の英語のなんていうのレベルとしては、聞き取りはほぼほぼできるんですけど、自分で文章を作って話すことが難しい。テキストでもそうだし、喋ってる時も簡単なワードを並べて喋ってるって感じなんですけど、なんかもうちょっとディープな会話をしたいなっていうところの今目の前にいて、英語を喋る人を目の前にしてめちゃくちゃ喋ってみる。なんかもうそこは内向的とか自分の MBTI とかどうでもいい。すべて捨てて吸収していくスポンジマインドっていうのを気にかけてたかな、最初の頃は。相手の表情とかを読み取って、今こう言ってるのかなみたいな力をつけていくとすごくいいと思います。それで私は結構英語とか韓国語の単語力とかも伸ばした気がして、会話は成り立つようになってくるんですよね。なんか例えばこの前も韓国の美容院でずっとブリーチって
体勢って言ってたんですね。その体勢っていうのが髪の毛を染めるっていうことかブリーチってことか読み取るんですね。いろいろ会話していくうちに何回もその一緒の単語が出てきたら読み取れるようになるみたいな、そういう感じで私はいつも学んでます。ノー教科書 please って感じ。 NEXT。 今高一で将来について悩んでて、さきちゃんはどんなお仕事なんですか？ OK、これもめちゃくちゃ聞かれるんですね。私はどんなお仕事をしてたのかみたいな。なんかちょくちょくウェブデザイナーをしてましたとか、プログラミングしてましたみたいな。で、今 YouTube しててみたいなことを言うんですけど、高校生の頃からバイトをしてました。バイトは高2の頃から居酒屋でバイトしてて、私は中学高校でバレーボール部だったんですけど、高校の時もバレーボール部に所属していて、でも金が欲しいと、お母さんから月3000円しかもらえないと。で、友達と話してて、やばい、月3000円きつくねみたいな。3万円欲しくねみたいな。ここで社会の扉に入っていくさきちゃんのこの欲が芽生えまして、お金ということですね。3000円だと不自由だということになり、友達とですね、居酒屋に応募して一発で受かったんですね。部活が終わって5時ぐらいで、そこからダッシュで駅まで行って、で仕事をバイトして、高校生だから9時までしか働けなかったんですけど、結構それを毎日してましたね。でその後に大学に行ってすき家のバイトリーダーを2年間やってました。私はオーマイガー、今もすき家の牛丼の匂いを嗅ぐとすごくバイトをしてた頃を思い出すんですけど、2年していて、そこから私は周りの影響もあり、プログラミング、コロナになった時ですね、プログラミングを勉強し始めて、なんか多分ちっちゃい頃から海外で暮らしたいみたいな、なんていうの、ノマド生活みたいなのをしてみたいみたいなのがずっとどこかにあって、でそれを実現しないと就職活動が待っているみたいな時期だったですね。その時コロナだから時間があったっていうのもあるんですけど、結構ガチ勉強してプログラミングので、プログラミングしてる人からしたらめちゃくちゃ簡単なコードを HTML、CSS、jQuery、JavaScript みたいなそういうフロントエンドの言語を勉強して、でスキヤを辞めるということですね。そのスキヤを辞める時も本当に貯金5万円ぐらいで、でも私仕事取れるっしょみたいなノリと自分への自信、そこから仕事が取れない。プログラミングって結構簡単に見えるんですけど、そこにもやっぱ営業っていうものがついてきて、自分が会社に属してなかった、まだ学生だったから正社員にもなれなかったので、なんか業務委託とかで受注をしたりとか、なんかやっぱどこにでも営業ってついてくるんだなと思って、知らなかった業界の私の苦手な部分が出てきて、オーマイガーみたいな、営業私が一番苦手と思って、でもそこでもちょっと頑張って、求人ボックスとかいろんなところにオファーを出して、こういうことが作れます、こういうことができますみたいな。で学生でも雇ってくれて、時給のところもあったし、その一つのプロジェクトが終わったらこの値段振り込まれるみたいな、そういうものもあって、1週間に3つぐらいはズームミーティングして面接をしてましたね。その時は就活じゃなくて、本当にもう業務委託先を探す旅に出てました。でそこから結構いろんなとこ、多分5社ぐらいと仕事をしてて、なんか元あるウェブサイトを私が修正したりとか、そういうのもやったし、デザインを作って全部コーディングもしてみたいな、結構稼げましたね、プログラミングは。なんですけど、私がなんかやってるうちに、あれこれって本当に自分のやりたいことみたいな、そういうなんか葛藤に揉まれ、でそこから YouTubeをやり始めたんですね。で YouTube は結構ね、自分でもやりがいを感じる仕事で、ずっとのんびり一人でやっていこうかなっていう今はそういう感じですね。あとはなんか自分の人生のお金にならない課題、例えば肌とか、肌の悩みはずっと私は
あるし、なんかそういうものと日々向き合ってこう解決してみたいなことをするのも正直楽しい。まあなんか周りと比べちゃえばすぐ病むんですね。なんかなんでみんなこんな肌綺麗なんだろうとかもあるし、なんかなんでみんなこんな、みんなって何って感じだけどさ、まあ周りと比べないようになってからすごく私の自分を育てるみたいな部分ですごく今楽しいですね。これ結構来てたんですけど、一人で行動できるマインド教えてさきちゃんっていうことで、一人で行動してますか？私。旅行とかかな。なんだろう。でも本当に自分がしたいからかも。なんとかなるっしょマインドですね。一旦なんか行動する前に、最悪なこともしこれが起きたら最悪だなっていうことを考える。で、もしハプニングが起きたとしても、なんか予測してたから驚かないっていう、ああね、みたいな。そうだよね、みたいな。で、そこからのなんか自分で修復していく、解決していく方法っていくらでもあるから、あんまりなんか死ぬ以外に怖いことがない。っていうことですかね。どうにでもなる。孤独との向き合い方。そうですね。これはすごく私もカナダにいて、友達が日本にみんな帰っちゃったりとか、自分の国にみんながもう帰国しちゃったりとかした時にすごく感じたこともあるし、なんか一人暮らししてて、友達いるけど、一人で夜なんか考え事とかした時に孤独だなってすごく感じる時もあって、孤独ってどうすればいいんだろうね。私も答えが見出せないかもしれない。でもなんか自分がなんかこう孤独で嫌な時は自分でその時になんかする行動の答えを見つけるっていうのが一番かも。例えば寝るとか、ネットフリックス見るとか、なんか学ぶとか、なんか最近思うのがやっぱ自分がこうなりたいみたいなそういう目標があると孤独とかじゃなくてワクワクが勝つ。でもなんか目標とかなんか人生においてやりたいことがないとなんか停滞しちゃうというか考えちゃう深いなんか変なとこまで、自分のなりたいぞとかそういうのを探すのもいいかなって思うし、それが孤独とイコールじゃないと思うんだけど、でもなんか気を紛らわすみたいなのは必要かもしれない。でもわかんない。私も孤独になるめちゃくちゃ。今は家族といるからあんまり孤独にならないんだけど、カナダとかで一人暮らしすると結構なんか、友達にめちゃくちゃ会っちゃいますし、帰らないでって言っちゃいますし、超迷惑なんだけど、ずっと人といたいみたいなになっちゃいますね。孤独って厳しいよね。次。自分の方が彼氏のことが好きなのかなとか考えて病んでます。わかんの。女って愛されて初めて相手のことを愛せると思うのね、私は。なんか今まで私もなんか元彼の話を今あんまりしない方がいいよ、さきちゃん。彼氏いるよね。彼氏 YouTube 見てるよ。ごめんね、ちょっとさせていただく。私の方が愛していた時、メンタルズタボロ。本当に。激ボロ。なんていうの、鬼ボロ。なんていうの、本当にもう海底恐怖症みたいになって、お前が私のこと愛してないのみたいな、そういうメンタリティになってしまい、自己肯定感だだ下がり、見た目も老ける、みたいなことが、負の連鎖が起きるんですね。やっぱり、愛してくれる男じゃないと嫌だ。だよね。追われる方か、追いかける方か、どっちがいいみたいなのあるじゃん。どっちもじゃないみたいな。お互い様じゃない？どっちかの方が愛してたら、どっちかは満足しちゃうのかな。そんなことないと思うけど。なんかやっぱウィンウィンなんだよ。この世界はビジネスもそうだし、人間関係もそうだし、言い方悪いけど正直ウィンウィンな世界だから、どっちかが満足してなかったら成り立たない。愛してください。NEXT。韓国年上男を落とす方法をください。How to get おっぱっていう私の TikTok が前めちゃくちゃバズったんですけどね、正直やっぱ国籍に関わらず輝いて自立してる女は魅力があるなってすごく思う。男って本能的になんかこう逃げそうでどっか行っちゃいそうでそういうものを自分のものにしたいみたいなってなんかある気がして、こう自分中心で生きてたらいい人が現れると思う。もうジム行って自分の好きなことして仕事っていうか金稼いで努力して昨日よりも輝いてる自分に今日慣れてる、そういう実感をして自分を褒めて嫌なことがあってもなんとかなるって
言い聞かせて、じゃあいい男が現れるんです。いい男でも女でも友達でも。そんな気がする。私は男には流されないよっていうマインドでいると男は捕まえたくなるんですね。NEXT。さきちゃん、日本のヒップホップ聞く？私はね、チーム友達ぐらいしか知りません。本当にごめんなさい。日本のヒップホップもそうだし、なんかもっといろんなミュージック、音楽を知りたいなって思うんだけど、最近なんか音楽のアンテナがあんまり立ってなくて、なんかこう、めっちゃこの曲いいみたいなのに出会えないんだよね。どうすればいい？なんか高校生の頃はすごくそういうアンテナが立ってたなっていうか、なんかそれってもしかしてこの TikTok とか見すぎて自分のクリエイティブ能力が低下してるんじゃないかなっていう不安が最近あります。すごく自分からこう生産的に何かをするってことがなんか前より減ってる気がして大丈夫かなって思う。なんかいい曲あれば教えてください。人にはそのままでいいっていうのに自分は常に評価を気にして必要以上に空気を読もうとしちゃう。めっちゃわかる。他人の評価を気にしてて自分を見失ってた時期があって、なんかその時はすごくもがいてたし、それがあるから今こうやってなんか自分にフォーカスして生きていけるかなと思うから、それも成長過程だと思うし、インスタとかもそうじゃん。なんか何のために載してんのみたいなって思って最近全然インスタ更新できてないんだけど、でもそれでもなんかライフクオリティが上がったっていうか、なんか確かに漏れたりとか、今日なんかいい感じって時は写真撮って載せたくなるし、やっぱ他人の評価を気にしない？最近心がけてるのは SNS とかをアップロードした時にその後 SNS を開かない、他人の評価を見ない、自己満で終わらせるっていうのをやって、後々見てなんかコメントくださってありがとうみたいな感じの気持ちを自分の中で唱えたりとかしてますね。 YouTube はもう自分の仕事としてもやってるし、自分が好きでやってるんだけど、だからコメントとかはすごく見るんだけど、でもそれも自分が気にしてた過去があるからそうできたかなって思うから、みんな多分そうなるんだと思う。年取れば取るほどだって承認欲求高いのってやっぱり若い子の方が多いじゃん。そういうことなの。That's okay, that's alright. Oh, I'm not into bloggers, but I only watch you. Oh my god, from Mexico. From Mexico, thank you so much. Gracias. わかんない。Gracias. ¿Cómo te llamas? Dinero. Next. キープしてくる男への撃退方法を教えて。キープしてくる男。都合いい女になってるってことだよね。でも自分がその状況が好きだったらいいと思うけど、なんか本気の恋をしたいとか思うんだったら、もう男への撃退方法とかどうでもいいんです。もう自分の考え。絶対に。だから男はどうでもいいの。男はそうやってね、ハングリーでもう女の子が欲しいみたいなさ、生き物じゃん。知らないけど。だからもうそういう男のことは気にせずに、自分を愛してくれる男っていうのに出会えると信じて、自分を成長させるっていうことですよね。もうジム行って、本当にさっきも言ったけど、ジム行って、鍛えて、メンタル整えて、ね。自分の人生にフォーカスしてたら現れるから。Yes、現れるから。ボラ解凍参考にして行ったけど、食中毒で死んだけど、次どこ行く予定？ Oh my god。私もバリ島に行って食中毒で本当に死にかけましたね。旅行にハプニングはつきものだから、なんかそういうことがあっても、大丈夫。もうそういうことがあっても思い出になるし、おもろいじゃん。なんか後々ね。ボラカイと私はね、あんまり何も当たらなかったけど、友達がアナフィラキシーショックになってしまって、その時私もボラカイ島でフィリピンの人の英語ってめっちゃ癖強くて、でも超頑張ってコミュニケーション取って友達を救った命の恩人側になったという経験があるので、それもなんか貴重な経験だったし、友達が今元気に生きててすごい、私もハッピー、もちろんハッピーだし、旅行のハプニングって面白いって言ったらさ、なんか友達に失礼だけど、でもなんかそういうことがあるじゃん。私もバリ島で本当にもうオーマイガーってなるぐらいまでウォータープープを毎日30分に1回ぐらいし、本当に私のケツが本当にもう終わるっていう、そういう事態が起きたりとか、
やっぱ旅行っておもろいよね。だってさ、普通に実家でなんか日本にいて、なんかいつもと変わりない生活してたらそんなこと起こらんもん、あんまり。なんかやっぱ刺激ある生活って面白いですね。で、次どこ行く予定って感じなんですけど、次はお母さんがね、初めて韓国に行く。私は一緒にお母さんと韓国旅行に行くんですね。で、私がちょっと韓国最近慣れてきたから、ちょっと案内もしないといけないし、それが楽しみかな。で、その後は、どこかに寄ってから、バンクーバーに帰ろうかなとか、いろいろ考えてるんですけど、とりあえず今はちょっと自分の人生見つめ直し期間、自分の成長期間かなって感じです。ということで最後にさきちゃんの座右の銘を教えて。座右の銘もう自由に生きるですね。もう見てもらったら分かる通り、もう私のしたいことをする。それが人生です。あと自分の好きな人、物、愛す。やっぱ人生って愛かな。お金とかもあるけど、もちろん。でも人生は愛です。最終的には愛なんです。愛の力ってすごいの。やっぱ人を大切にしたりとか、なんか友達と話す時間、彼氏と話す時間、友達とご飯食べる時間、家族とご飯食べる時間、この中に愛があるじゃん。愛がないとできないじゃん。だからやっぱ愛って最強なの。本当に。それだけ。人生は愛です。はい、皆さん20代、多分私のね、視聴者様は20代が多いのかなと思うので、私も20代、今半ばにいますけど、もう悩むことで頭がいっぱい、本当にもう壁にぶつかって解決したらまた新たな壁がみたいな人生ですけど、なんかそれも楽しい、正直問題。すごく大きな壁がまだ来てないのかもしれないけど、私の人生に。なんかどんな壁であれ正直乗り越えられるし、なんかそれを自分の中で解決して、自分の中で説得して、自分の中で失敗とか後悔して、それでも自分の力で乗り越える。そのなんか味があるのが20代。そのなんか美味しさを味わえるのが20代かなと思うので、30代になる頃には本当にみんなが多分自立したすごくメンタルの強い人間になるのかなって私は思いますね。くよくよして悩んでるこの時期っていうのも、この20代の美味しさ、必須項目なんだなって人生において思います。はい、ということで皆さん今回も見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。